アイリッシュ、握りしめるこの手を。これくらいにしておこうかな。あら、ゆいさん、こんにちは。瞑想をされていたんですか？あ、こんにちは。ちょうど切り上げたところなんです。ランドソルに帰る準備と里の皆さんにご挨拶をしたかったので。そういえば今日でしたよね、ランドソルへお戻りになるのは。本当にあっという間でした。ぜひまた来てくださいね。里の者みんなで歓迎しますから。ありがとうございます。必ずまた来ます。ふんふふん、早くゆいちゃんに会いたいな。日和、あまり離れると危ないよ。急に魔物が出てきたら大変だ。あ、そうだね。久しぶりにゆいちゃんと会えると思ったらつい気持ちはわかるよ。この数週間、ゆいも私たちも修行に専念していた。ここまで一度も顔を合わさないことなんて今までなかったからね。あ、そっか。だからすっごく長く感じたのかも。君も会いには行かなかったんだろ？それにしてもびっくりしたよね。ゆいちゃんがエルフの里に行きたいって言った時は、それも一人でなんて。詳しくは聞かなかったけど、やっぱりエリスさんのことが理由なのかな。おそらくはね。そう考えるのが一番納得できる。あの時、終焉の巨神を倒し、ソルの塔の頂上へと向かった時、私たちはユイと離れてしまった。ゆいちゃんとエリスさんだけになっちゃったんだよね。それで私たちが駆けつけた時に、エリスは消滅してしまった。あのことをきっかけにユイが強さを望んだことは理解できる。今だってエリスのことを悔やんでいるに違いない。私もそうだ。エリスを助けるどころか、傷ついたユイを支えることもできなかった。大事な時にそばにいてやれなかったんだ。仲間なのにこんなに不甲斐ないことはない。それは私だって同じだよ。きっとできることがあったはず。もっと頑張れることがあったはずなのに。何もできなかった。騎士くん、ありがとう、騎士くん。そう言ってもらえると救われるよ。ありがとう。ゆいちゃん、みんな久しぶりだね。迎えに来てくれてありがとう。迎えに来るなんて当たり前だよ。元気そうでよかった。
しくんも元気だった？ゆい、修行はどうだった？前より精霊の様子が分かるようになったと思うよ。里の人たちにもよくしてもらってね。修行のことだけじゃなくて文献もたくさん読ませてくれたんだ。文献か。確かにそれはランドソルでは読めないね。エルフの里でないと。おかげですごく勉強になったよ。精霊のことや自然のこと、マナのこと、もちろんエルフの里の人たちやコッコロちゃんにはかなわないけど、前の私よりずっと詳しくなれたと思う。なるほど。より踏み込んだ内容について学んだのか。精霊の存在やその力については不明な点も多いし複雑だ。長く滞在した理由もわかるよ。確かに修行だな。私にはちょっと大変そうな修行だよ。私もだよ。修行であればどうしても体を動かしたくなってしまう。みんなありがとう。私のわがままを聞いてくれて。でもギルドの依頼とか受けにくくなかった？実はね、私たちも修行してたんだ。ゆいちゃんがエルフの里に行ってる間に。そうだったの？仲間が修行をしているのにのんびりしているわけにはいかないからね。ちょっと前に冒険者用の訓練所ができたでしょ。そこに2人で通ってたんだ。冒険者の人も観客の人もいっぱいいるんだよ。国の施設だけあって設備も充実していたし、参加者のレベルも高かった。いい腕試しになったよ。そっか、2人も修行してたんだ。なんだか嬉しい。それじゃあもしかして岸くんが言ってた裏世界にもまだ行ってないの？もちろんだよ。ゆいちゃんを置いて冒険には行けないもん。うわあ、そういう意味で言ったんじゃないよ。ごめんね、岸くん。君の事情は分かっているよ。だから気にしないで。岸くん、すぐに裏世界へ行けなくてごめんね。せっかく声をかけてくれてたのに。ただ冒険に出る前にしっかり勉強しておきたかったの。ちゃんとみんなの役に立てるように私にしかできないことを見つけたくて。それはきっと冒険しながらじゃ難しかったから。旅の中で鍛えることも大切だけど、腰を落ち着けて自らを鍛えることも同じくらい大切。そういうことだね。よーし、じゃあ早速ランドソルに帰ろう。次の冒険を考えるのはそれからね。でも本当にいいのかな。私が冒険をしたいだなんて。そんなことを思っても。ゆいちゃん、荷物は大丈夫？忘れ物とかない？ああ、大丈夫だよ。荷物も持ったし、里の皆さんにもご挨拶したから。服？そのまま？私の服どこかおかしい。私ずっとこの格好だったの？ずっとその格好だったけど、もしかして忘れてたの？修行中はずっとこういう服だったから。だからつい。
つまり慣れちゃってたってこと？でも今はそうじゃないっていうか、いざ意識しちゃうと恥ずかしいっていうか、そのえっとき着替えてきまーす。ゆいちゃん、どこ行くの？お腹減った。一日中歩き通しだったからね。おかげでランドソルには帰ってこられたけど。みんなお疲れ様。ゆいちゃん、大丈夫。ちょっとよろけただけだから、お腹が空きすぎちゃったのかな。何？今の感覚。それに、あの景色は。何？今の音。雷？真っ赤に染まってやがる。どうなってるの？こんな空見たことないよ。私もわからないけど、さっきの音と関係はありそうだね。へえ、世界中が真っ赤っかね。こんなことになっちゃうんだ。はーい、なんだか面白そうなことになってるわね。ネリアちゃん、どうしてここに？あんたたちを探しに来たのよ。理由はまあ言わなくてもわかるでしょ。周りを見ればね。ネビア、この空の色について君は何か知っているのか？私は何も知らないわ。知ってるのはフィオよ。さっきフィオから連絡があったの。あんたたちに伝えてほしいことがあるってね。フィオちゃんが？自分が手を離せないからって妖精使いが荒いんだからまったく。なんて言ってる場合じゃなかったわね。この空の色明らかにおかしいでしょ。これって実はこの世界が異常を検知した証拠なのよね。つまりはそうね、警告よ。レジェンド・オブ・アストルムからのね。アイリッシュ、握りしめるこの手を。みんな不安そうだね。戸惑うのも無理はないよ。夜空が赤くなったと思えば、今度はいつも通りの朝が来たんだから。確実に異変が起きているにもかかわらず、表立った変化といえば赤い夜空と奇妙な音だけ。心の置きどころにも困るはずだよ。
私もなんだかそわそわしちゃうな。ネビアちゃんからあんなことを聞いたばっかりだし。警告ってどういうことなのかな。その内容を調べるのはフィオに任せよう。その間に私たちは私たちにできることをするまでだよ。警告、きっとあの時の感覚と無関係じゃないよね。タイミングが合いすぎてる。それにあの感覚、私は知ってる気がする。すごくよく似た感覚を。でも大丈夫だよ。ちょっとぼーっとしちゃっただけ。まだみんなには言わないようにしよう。私の勘違いかもしれないし。皆さんお疲れ様です。すみません、急にお呼び立てしてしまって。大丈夫ですよ。困った時はお互い様々ですから。依頼の内容は赤い夜空に関する情報収集や調査の協力ですよね。はい、何しろ国の非常事態でもありますから、王宮からの正式な要請を受けて全ギルドに緊急の協力依頼をさせていただきました。ペコリーヌさんもナイトメアの先頭に立って原因究明や国民の不安解消に尽力されています。皆さんもどうかお力を貸してください。カリーさん、今ってどんな情報が集まってるのか教えてもらえますか？どこにだって調べに行きますから。助かります。現時点での情報はこちらの資料にまとめてあります。どうぞ。ありがとうございます。確認します。とにかく少しでも情報が欲しい状況ですので、内容は多岐にというか雑多になってしまっていると思います。読みにくいかもしれませんがご容赦くださいね。魔物が興奮した様子で暴れていたので追い返した。混乱に乗じて現れた強盗が捕まった。寝つきが悪くなって寝不足になった。別に空が赤くても目をつぶってれば気にならない。こういう情報も入ってるの？確かに雑多だ。あれ？ゆいちゃん、どうしたの？気になる情報があった？見て。ここに書いてある。赤い霧の目撃情報。今日の明け方直前、村からほど近い森の中に赤い霧が立ち込めていたか。まだ夜の間なら霧も赤く見えそうなものだけど。でも他に魔物の鳴き声も聞こえたって書いてあるよ。霧で周りが見えなくなって困ってたのかな。赤い霧、それに鳴き声。その様子だと何か心当たりがありそうだね。確証は持てないんだけど、もしかしたらこの霧精霊かもしれない。エルフの里の文献で読んだんだ。こういう姿の精霊がいるって。赤い霧の精霊、この世界を守ってるって言われてる守護精霊だよ。守護精霊。じゃあいい精霊なんだね。守ってくれるんだもん。そうだと思うよ。
誰も見たことはないみたいだけど。そっか。あれ、誰も見たことがないのに赤い霧？おかしいよね。だから私も印象に残ってたの。それは置いておくとして、資料に書いてある赤い霧がもしもユイの言っている精霊だとすれば、警告について分かることがあるかもしれない。世界からの警告と世界を守る精霊だもんね。きっと何か関係があるよ。世界を守る精霊ね。仰々しい肩書きの割には聞いたことないわね。もちろん幻影湖の霧とも無関係だし。ネビアでも知らないんだね。これは相当隠された存在と考えるべきなのか。言い伝えなんて大げさなもんでしょ。退屈な事実より盛るだけ盛った方が楽しいに決まってるし。でもこれがもしマジの話だったら厄介よ。セブンクラウンズが残した世界レベルの不具合とかって可能性もあるし。とにかくその精霊に会ってみないとね。そうじゃないと何が何だかわからないもん。そうだね。行動あるのみだ。すぐに出発しよう。はいはい、いってらっしゃい。忘れ物とかしないようにな。私までいなくなったら誰がここの留守番をするのよ。ペコリーノは城に缶詰だし、キャルとコッコロはちょうど裏世界に行ってるところだし。それにまあいくら自由になったとはいえ、あんまりランドソルから離れるのもな。何かあった時めんどくさそうっていうか。とりあえずこのことはフィオにも伝えておくわ。みんなが帰ってくる場所は私が守ってあげるから、頑張ってきなさいよ。よろしく。そういえばフィオから何か連絡はあった？連絡っていうか、ほとんどうちよ。赤い空のせいで仕事が一気に増えたみたい。ほんと党の責任者代行も大変よね。権限大して増えてないのに。ああ、確かに見たよ。ありゃ空が赤かったからじゃねえ。霧そのものが赤かったんだ。ほら、普通の霧ってのはこうもやっと広がるだろ。でもあの霧はそうじゃねえんだ。こうな、木の間をスルスルスルっと動いてるように見えたんだよ。まるででっかい蛇かなんかみてえによ。そんなに動いてたんですか？資料にそこまで書いてあったかな。最初に話を聞いたギルドの報告漏れだろうね。実際に来てみて正解だった。その霧って今でも森で見られるんですか？それがな、あの日に見た霧なんだよ。ギャオーって鳴き声がしたと思ったら霧もパッと消えちまって。なるほど。ちなみに森はどのあたりにあるんですか？ああ、そこの道をランドソルとは逆方向に行ってな。その後。あれ？気のせいかな。あっちにある丘から何か赤いものが見えるような。よく見えねえな。あの丘はさっき言ってた森には近い場所だが。噂をすればかもしれないね。行ってみよう。あれが
赤い霧。よし、まずは様子を見よう。あの霧が本当に精霊なら動きがあるはずだもんね。もしも動きがあれば。あったみたいだね。なんだ、霧の中から視線を感じるような。まるで観察されてるみたい。なんだか嫌な感じ。赤い霧の精霊っていい精霊なんだよね。レイちゃん、ひよりちゃん、大丈夫。なんとかガードは間に合ったから。しかしどういうことだ。世界を守るはずの精霊が攻撃を仕掛けてくるなんて。迷っている暇はなさそうだな。今はここを切り抜けることが先決だ。君、強化を頼む。ありがとう、騎士くん。よーし、にゃ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 手応えが全然ないよ。何も見えない。こちらの視界を奪ってから攻撃するつもりか。レイちゃん、大丈夫、しのいだ。霧に紛れて攻撃してくる。やっぱりそう来るよね。この声、今度はひよりちゃんが攻撃されたの？どうして二人ばっかり。いやー、あれはちょっとやりづらいね。パンチ、スコ、キック、ミスって感じだし。しかし、あのキリちゃんも真面目だかなんだかわかんないよね。狙う相手を徹底的に排除排除排除ってするのは100歩譲っていいんだけどさ、その相手のことをちゃんと見てないっていうか、狙わなくちゃいけないのは私たちの方でしょって話じゃないねえ。あの霧はまだ幼い。ターゲットに近い対象がいれば誤認するのも仕方がない。それに複数回の返り討ちを経て今は警戒心が高くなっている。些細な可能性でも全て排除したいのだろう。ああ、そっか。じゃあ何から何まで私たちのせいってこと？これは申し訳が立たないな。加勢するぞ。そろそろかなって思ってたよ。私の考えが分かっていたような返事だな。出会ったばかりだろう。こっちではってだけでしょ。細かいことは気にしない気にしない。ひよりちゃん、大丈夫？一体どうなっているんだ。霧が。今の風は。よいしょっと。みんな怪我はない？ああ、見た感じなさそうだね。オッケーオッケ
これはあなたたちが。だとすれば、ありがとうございました。いいのいいの。だってほら、困った時はお互い様々でしょ。ここは引き受けた。皆は下がっていなさい。でも大丈夫大丈夫。多分もうなんとなく分かっちゃってると思うけど、私たち強いから。さてさて、パパッとやっちゃいますか。よし、お姉さんたち張り切っちゃうぞ。今のはいい動きだったね。ま、お姉さんを捕まえるにはちょっと足りないけどね。すごい。2人だけであんなに押してる。あの動き、あの剣さばき、相当な実力の持ち主だ。明らかにただものではない。あの人たちを見てから胸がそわそわする。なんだろう、この気持ち。おっとっと、そろそろ片付けて事情を説明した方が良さそうだね。みんなハテナって顔しちゃってるもん。であればかわすだけでなく真面目にやれ。うーの音も出ない。じゃあちょっとだけ真面目にやっちゃおっかな。はいはい、全員注目。今からサービスタイムだよ。お姉さんのとっておき見せてあげる。とっておき。おいで、天狼破断剣。腕に剣が。天狼破断剣と言ったか。それはノエムが使っている剣のはず。うんうん、いいリアクション。サービスした甲斐がある。ネット。消えた。なんだ今の立ち筋は。無軌道が過ぎる。剣が泣くぞ。だって私は剣士じゃないし、追っ払えたんだから結果オーライ。そんなに他人行儀な感じじゃなくて大丈夫だよ、騎士くん。ああ、君が私たちのことを知らないのも無理はないが。そんな、まさかそんなはずは。じゃあお次は日和ちゃんかな。ほらほら、よーく見ちゃって、あたしの顔。私なの？じゃあ場所も変えたことだし、改めて自己紹介しておくね。あたしはアイラ。もう一人のあなただよ、日和ちゃん。よろしくね。レイ、私はもう一人の君だ。今はシナツと名乗っている。こんにちは。とても信じられないな。
レイちゃん。確かに外見は似ているかもしれない。だがそれだけのことだ。証拠も何もない。まあそうなるよね。気持ちはよーくわかるよ。じゃあまずはそこら辺の説明をさせてもらおっかな。結論から言おう。私たちはこの世界の存在ではない。君たちは現実という場所のことを知っているだろうか。よかった。なら話は早いね。私たちの世界はその現実が作った場所なんだよ。そう、現実の連中が作った別のレジェンド・オブ・アストルムだ。別のってざーっくり言うとね、レジェンド・オブ・アストルムっていうのは他にもあるんだよ。レジェンド・オブ・アストルム A ダッシュ A ダッシュダッシュ A ダッシュダッシュダッシュみたいに。正確には全く同じ世界ではないが、この世界を模したコピーが複数存在している。私たちが来たのはそのコピーの世界からだ。ちなみに私としなつちゃんの世界も別々ね。似たようなタイミングで入ってきてこっちでばったり会ったんだ。コピー。どうしてそんなコピーの世界を作るなんてことを。よくできているということだ。この世界はな。多分だけどシミュレーションのために必要だったんだろうね。ここのデータをベースにしてああでもないこうでもないっていじくり回す場所がさ。その話を信じるのなら、あなたたちがコピーの世界から来たというその話を仮に本当だとするのなら、さっき言っていたもう一人のという言葉の意味は。コピーという意味だ。君たちのデータを元にしたな。やはりそういうことだったか。急に言われてもびっくりするよね。どうもコピーの世界から来たあなたのコピーですとかさ。はい。びっくりしました。だが想像以上に理解が早いように見えるな。何が言いたい？君がそこまで警戒していることを鑑みると、あまり穏やかな間柄ではなかったらしいな。この世界における私たちのような存在とは。やはりか。そうだろうな。まああんまり詳しく話さなくてもいいよ。なんとなく察しはつくから、立場上さ。二人みたいなって、アイラさんたちはもう一人のレイさんと私なんですよね。役割が同じってことだよ。そのエリスちゃんと同じで世界の管理者。もちろんミネルヴァの権限とソルオーブの力も持ってるよ。無論ミネルヴァもソルオーブもコピーだ。だが権限と力であることには変わりない。この2つの要素に加え、基本世界を守るセキュリティの一時的な弱体化、これらが合わさり私たちは侵入することができた。こっちの世界のセキュリティはガッチガチに硬かったからね。今まで何度試しても全然入れなくって、いやー参っちゃったよ。だがそれが緩むほどの何かが起きた。私たちが侵入できたのはその機を逃さなかったからだ。そしてその何かはこの世界の管理者と無関係ではない。そう考えるのが自然だ。
おそらくは。しなつちゃん、難しい話はさ、一旦これくらいでいいんじゃない？事情はザザザーっと話せたことだしね。そうか、そうだな。彼女たちが私と日和にとってのエリス、どう受け止めればいいんだ。警戒しておくに越したことはないけど、しかし。でもさっき助けてくれたよね。じゃあ私たちが嫌いってわけじゃないのかな。まあだってちゃんと説明してくれたし、だったら仲良くなれるのかも。レイちゃんも日和ちゃんもきっと戸惑ってる。力になりたいな。二人がそうしてくれたみたいに、今度は私が。二人ならきっと私とは違う関係に。やっぱりちょっとヘビーな話だったかな。よし、ここはお姉さんたちが一つパーッとご飯でもおごっちゃおう。だからみんな笑って笑って。いいんですか？やったね、みんな。そうだね。ああみんなノリが良くっていいね。ね、しなつちゃん。どうして私はこんなに人と話すのが下手なんだ。説明のペース配分も下手だし、とっさに言葉が出てこないし、顔だって怖いし。あっちゃー、後ろ向きスイッチ入っちゃったか。大丈夫だよ、しなつちゃん。しなつちゃんも可愛い、クール、剣の達人よ。アストルム随一の美人管理者。いや、嘘だ。愛想がないのは分かっている。怖いに違いない。私はどうしてこうも。急に暗くなったな。これはあれだね、お手上げ。あっはっはっは。いや、あっはっはっはってごまかせる空気じゃないでしょ。そうだよね。いやー、ごめん。ってあれ、今のツッコミ誰がしてくれたの？どう考えてもあんたの声とは似てないから。私よ、私。はい、お疲れ様。フィオちゃん、久しぶりね、みんな。疲れた。ようやくみんなに追いつけたわよ。ありがとう。実際ほんと大変だったんだから。ただでさえミネルヴァ様不在で世界中が不安定になってるとこに、予想外の場所からの侵入者、アクセスの衝撃でせっかく直したところもまたほつれたりするし、それもこれも原因はそこの二人、あんたたちよ。久しぶりだね、フィオ。いや、こっちだと初めましてかな。どっちでもいいか。フィオ、君がここに来たということは、やはり彼女たちの言葉は正しいんだね。彼女たちが別の
レジェンド・オブ・アストルムから来たという話は。ええ、事実よ。どうにかログも確認できたわ。正直私も今まで知らなかったのよ。こことは別のレジェンド・オブ・アストルムがあるなんてね。その戸惑いは理解できる。私たちも同じ経験をした。だが事実だ。そうでしょうね。事実だからこそこうして仕事を片付けて飛んできたわけだし。単刀直入に言うわ。二人とも今すぐ自分の世界に帰りなさい。そりゃないよ。まだ来たばっかりなのに。そりゃないよじゃないわよ。あんたたちも分かってるでしょ、あの赤い空のこと。あの空は侵入者に対する注意喚起、全ユーザーへの警告よ。とはいえ表立った実害はないわ。世界中がピリついてちょっと睡眠不足になる程度。あとは私の仕事が増えたくらいね。あんまり実害は出てないんだね。よかった。でもあんたたちは違うわ。もうあったんでしょ、赤い霧の精霊に。赤い霧の精霊。あ、その精霊って確か世界を守ってるんだよね。守るってことはもしかして。対シミュレーションサーバー用セキュリティプログラム。それがあいつの正体よ。簡単に言うとコピーの世界からこっちの世界を守る番人ね。そっか、なるほどね。私たち用のプログラムか。道理でしつこいはずだよ。さすがは基本世界といったところか。侵入後のセキュリティも甘くはないな。とにかくそれが分かったらまずみんなに謝らないとね。みんなごめん。さっき襲われたのは間違いなく私たちのせい。ひよりちゃんとレイちゃんは特に大変だったでしょ。本当にごめんね。私からも謝罪させてほしい。すまなかった。大丈夫ですよ。怪我もなかったし。ひよりちゃんの言う通りです。ですから気にしないでください。特に大変だったとはどういう意味だ。二人はほら私たちと似てるでしょ。プログラムの方もそこが気になったんじゃないかな。それで念のため排除しとこうって動いたんだと思う。そういうことだったんですね。でも精霊はさっきお二人が倒しましたよね。それならもう心配しなくても。一時的に引っ込んだだけよ。致命的なダメージは受けず何度でも蘇る。だから霧なの。それもただ蘇ってくるんじゃないわ。相手はセキュリティプログラムだもの。アップデートしてくるのは当然。戦うたびに強くなるということか。言われてみればだんだん手強くなってたような気がするかも。気のせいじゃなかったか。とにかくそういうわけよ。プログラムが育ちきる前に元の世界へ帰りなさい。そうしたいのは山々なんだけどさ、どうしてもやりたいことがあるんだよね。君たちに迷惑をかけていることは理解している。私たちを気遣ってくれていることも。しかしわがまま言ってる場合？あんたたちは自分たちの世界の管理者なのよ。管理者がいなくなったらどうなるかくらいの予想はつくでしょ。断定はできないが可能性はいくつかな。世界と管理者は相互関係。管理者の存在が消えるなんてことは本来ありえないわ。
だから私もミネルヴァ様がいつか帰ってくるって信じてる。でもそれは自分が管理している世界にいればの話。自分の権限が通用しない別の世界なら。ただのデータに過ぎないってことだね。そして私が消えれば私が管理している世界も消える可能性がある。そういうことだろう。あくまで可能性だけどね。ただありえないとは言い切れないわ。それでもまだ帰らないわけ？ああ、命がけなのは最初から分かってるからね。そんな。だったら私たちも手伝います。みんなで協力すれば2人がやりたいこともできると思うし、それに精霊だって倒せるはず。日和ちゃん、ありがとう、日和ちゃん。でもそんなに心配してくれなくても大丈夫だよ。さっきも見たでしょ、お姉さんたち強いからさ。でもあの霧はまだ学習が足りていない。そしてアップデートにも時間がかかるはずだ。猶予はある。みんな思うところはあるだろう。だが君たちを不安にさせるのは本意ではない。この世界に対しての不用意な介入もしない。重大な不利益を被る前に立ち去ろう。不利益か。それでも何か私たちにできることはありませんか？こっちの世界のことは私たちの方が詳しいはずです。だからもう誰かが消えるなんて。いや、ゆいちゃん。そこまで言われて断るのもぶしつけだな。だね。じゃあ早速だけどご飯に付き合ってもらおっかな。さっきも言った通りお姉さんがおごっちゃうからさ、迷惑かけちゃってるお詫びってことで。あんた話聞いてた？聞いてた聞いてた。いやでもね、帰るにしてもソルの塔に行かなくちゃいけないでしょ。ソルの塔には私たちが帰還する際に必要な機能がある。ひとまずランドソルに向かわなければならない。ここからは徒歩で数日かかるのだろう。移動するにしてもお腹が空いてたらはかどらないし、ここはたっぷりご飯を食べてさ、後のことはそれから考えようよ。今のってお腹の音？騎士くんお腹空いちゃったんだね。そういえば朝から何も食べてなかったね。村では聞き込みを先にしてたから。お腹の虫も素直でよろしい。じゃあご飯に決定ね。お姉さんについてきなさあ、待ってよ、アイラさん。はあ、なんか気が抜けちゃったわね。いや、おかげで空気が穏やかになった。感謝する。レイ。なんだ。いや、なんでもない。先に行く。二人ともすぐに帰りますって感じじゃなさそうね。ランドソルには向かってくれそうだけど。うん。何にせよ彼女たちの目的は早めに確認しよう。疑うようだけど油断は禁物だ。レイちゃん。
あの二人のこと、もう少し知っておかないといけないわね。とは言ったものの、今の私は本当に冷静なんだろうか。自分でも動揺していることがわかる。もう一人の自分が消滅する可能性がある。そう聞いただけでこのありさま。出会ったばかりなのにね。おいしい。いややっぱり麦酒はといえばこれ。赤い麦酒はに限るね。こっちの世界にもあってよかったよ。アイラさん、こっちのお肉すっごく美味しいよ。食べて食べて。食べる食べる。あと私のことはアイラでいいよ。オッケー。じゃあこれからはアイラって呼ぶね。え？あの二人なんで一気に仲良くなってるの？空気を変えたいのだろう。いささか重苦しかったからな。要するに似た者同士ということだ。似た者同士って、それちょっと笑えない例えよ。他に言いようがない。いつまでマスクをつけてるんだ？そのままだと何も食べられないだろう。人前で物を食べるという経験があまりないものでな。マナーの知識はある。あるが所作がまごついてしまう恐れが、いやまごつくな、恐れどころではない、なってしまうに違いない。似た者同士ということは、私もここまで暗いのか。いや、そんなはずはないと思うけど、日和ちゃんとアイラさんはすっかり打ち解けたみたい。レイちゃんとしなつさんもおしゃべりはできてるからきっと大丈夫。ひとまずよかったかな。羨ましいなんて思っちゃいけないよね、エリスさん。私があの感覚を覚えたのは、しなつさんたちがこっちの世界に来た時、もしかして二人に反応したの？どうして？エルフの里で修行をしてきたばかりだったから、世界の異変を感じやすくなってたとか？それともそれじゃあこの季節のフルーツタルトにしようかな。今はまだみんなには黙っておこう。確かな情報は何もないし、急に話してもきっと混乱させるだけ。今はしなつさんとアイラさんのことを優先しないと。それで合ってるはず。あ、こっちのチーズケーキも美味しそう。岸くん、追加してもらってもいいかな？一体何が目的なんだ？答えろ、しなつ！問答は無用だ。剣を抜け。こちらを不安にさせるつもりはないと言っておきながら。
いいだろう。相手になってやる。やっぱりもう一杯麦酒は飲んでおけばよかったかな。難しい顔してると思ったら麦酒はのことを考えてたの？本当に好きなんだね。まあ大人だからね。日和ちゃんも飲めるようになったらわかるよ。そうなのかな。全然予想できないや。大丈夫大丈夫、きっと好きになれるからお姉さんが保証するよ。そんな保証されても嬉しくはないだろう。ごもっとも。さすがしなつちゃん、剣だけじゃなくてツッコミも鋭い。二人は以前から知り合いだったのか？いや、出会ったのはこちらに来てからだ。そこから情報を共有して互いの立場を理解した。とてもそうは見えないわね。息ぴったりっていうか、あうんの呼吸っていうか、そんな感じよ。ああ、どうやら想像以上に私たちの魂には刻み込まれているらしい。コピー元のデータが。正確にな。すまない。反応に困る話をしてしまったな。そろそろ眠るとしよう。夜はまだまだこれからだよ。みんなで語り明かそうよ。徹夜を視野に入れて話すな。寝なさい。はーい。じゃあみんなおやすみ。おやすみなさい。風の音。寒い。いや、暖かい。まるで抱きかかえられているような。目が覚めたか？動くな。落ちたら怪我では済まない。しなつ？どうして私を抱えているんだ？それにここは空？あなたは飛べるのか？質問が多いな。順に答えよう。君に用がある。ここは空だ。飛べると思ってくれて構わない。正確には風を操っている。以上だ。寝起きの頭には情報が多いな。そろそろ降りる。これだけ人里から離れれば十分だ。レイ、十分に目は覚めたな。剣を抜く心構えをしておけ。いともたやすく言いなしてくれる。私も修行は怠らなかった。訓練所で連日剣は振るっていた。自己鍛錬も模擬戦の経験も重ねたはずだ。それでもこの坂。悪くはない立ち筋だ。一応聞いておく。これが全身全霊か？いいだろう。望み通り打ち込んでやる。この私の全身全霊でスラッシュテンペスト！ウィンドスラスト。勝負はついたな。そのようだな。私をどうするつもりか知らないが、
好きにしろ。そうか。ではしばらく休んでいなさい。君が動けなくては話にならない。どういうことだ。君たちが赤い霧の精霊と戦う様子を見た。そして稽古をつける必要があると判断した。精霊に襲撃されたのは私たちが原因だ。それは認める。しかし君が不測の事態に対処できなかったこともまた事実だ。己が弱いばかりに仲間を危険にさらすことなど耐えられないだろう。少なくとも私はそうだ。そうか、そういうことか。私たちは似た者同士だったな。私もそうだ。仲間を守れるくらいに強くありたい。こちらにいる間はいつでも稽古に付き合おう。期間は短いが十分に課題の洗い出しはできる。君一人になっても鍛錬は可能だろう。それにしても少しくらい説明してくれてもよかったんじゃないか。何事かと思ったよ。説明下手でな。この方が早いと思った。だからといって眠っているところを連れ出さなくてもいいだろう。まったく勝手な人だ。勝手か。まるで君の父親のようだな。確かに君の意思も確認していなかったな。皆の前だと話しにくいこともあるだろうと思ったのだが、いや、これは言い訳か。父親似たくはなかった。ああ、そうか。あなたは私の父親のことを知っているんだったね。シナツ、剣だけでなくあなたのことも教えてくれないか。口下手でよければな。構わないよ。どういうことよ。落ち着いてフィオちゃん。きっと大丈夫だから。大丈夫か大丈夫じゃないかって話じゃないの。勝手なことされたら困るって話なのよ。おはよう。どうしたんだフィオは。おはようレイちゃん。実は日和ちゃんとアイラさんが。書き置きをしていなくなったそうだ。ちょっとそこまで出かけてくると。それとあくび混じりに話すのは良くないぞ。うん、すまない。気をつけるよ。ねえ岸君、レイちゃんと星夏さん、なんだか昨日よりだよね。何かあったのかな。そんなことより今は日和とアイラよ。もうどこに行っちゃったのよ。すごーい。あんなに大きな魔物を一撃で。お姉さんにかかればざっとこんなもんよ。
確かにあの魔物だ。この毛の色に牙に爪、間違いねえぜ。あのお嬢ちゃんたちがこいつを倒したってのかい。はあ、大したものね。本当にありがとうございました。おかげさまでこれからも安心して暮らせますよ。いえいえ、困った時はお互い様々ですから。あら、仲がよろしいんですわね。ああ、大切なことを忘れていました。こちら魔物討伐の報酬です。どうぞお受け取りくださいまし。ありがとうございます。人助けの後の一杯は格別だね。このために生きてるよ。ねえねえアイラ、ちょっと聞いてもいい？どうぞどうぞ、お姉さんに何でも聞いちゃって。どうしてアイラは天狼破断剣を持ってるの？あれってノエムちゃんの剣だよね。ああ、そのこと？そっか、ひよりちゃんは覚えてないのか。やっぱ記憶とか情報とか曖昧なところあるんだね。お？まあ簡単に言うと、ノエムちゃんに借りたんだよ、再構築の前に。と言っても私の世界の再構築だけどね。この辺り説明がかなりややこしいんだけどさ、しなつちゃんとも話した感じだと再構築前後の出来事ってなんとなく似てるっぽいんだよね。多分こっちの世界のイベントに引っ張られちゃうんだろうね。登場人物とか結果とか展開は違ってもさ。だからどこの世界でも誰かがソルの塔でカイザーインサイトと戦った、そこは共通してるんだと思う。まあ私たちの記憶をそう書き込んでるってだけかもしれないけど。再構築、やっぱりアイラの世界にもあったんだね。じゃあもしかしてリセットも？うん、どっちもあるよ。私が生まれたのは再構築の後。その時ひよりちゃんは天狼破断剣を持ってたんだよ。ノエムちゃんから貸してもらってね。私がノエムちゃんの大切な剣なのに。カイザーインサイトとの最終決戦って感じだったからね。それでまあなんとか倒せたんだけど、いろいろあって再構築はすることになっちゃって、それで組み込まれちゃったみたいなんだ。私の元になったひよりちゃんが持ってたからさ。そっか、私が借りたのが原因なんだね。まあこればっかりはしょうがないよ。あ、もちろんノエムちゃんには何度も返してるんだけどね。リセットのたびに戻ってきちゃうから困っててさだからもうちょっとだけ借りておくつもり。一区切りつくまでね。一区切りってアイラがこっちに来たことと関係があるの？はぐらかしてもしょうがないか。そうだよ、関係ある。教えてアイラ。しんどい話になるかもよ。いいよ、知りたいの、アイラの気持ち。わかった。じゃあ話すよ。適度にご飯をつまみつつね。で、こんな時間まで帰ってこなかったわけ？ごめんなさいそんなに怖い顔しないでよ。ほらほら、みんなにもお土産持ってきたから、しばらくご飯には困らないよ。そういう問題ではないだろう。団体行動だということを忘れるな。まあ
その間こっちはこっちで稽古をつけてもらったけど、これは言わなくてもいいか。まあ無事に合流できたんだし、とにかくみんなが無事でよかったよ。じきに日も暮れるな。野営の準備をしよう。アイラ、水汲と薪を集めに行くぞ。はいはい。やらかしちゃった分は働きますよ。どうかしたのか？おう、そうしてくれる？手伝いとお目付け役で。信用されてないな。まあ自業自得だけど。行こうか。そういえば岸君とゆっくり話すのってこれが初めてだよね。なんか緊張するな。ね、しなつちゃん。こっちに話題を振るな。反応に困る。私よりも君の方が話題を持っていそうだ。何か話したいことがあるんじゃないかな。へえ、私たちに赤い霧がついてたんだ。全然気づけなかったよ。精霊によるマーキングの類か。君にしか見えないということは、プリンセスナイトの力が反応しているのかもしれないな。やはり君は特別なのだな。たとえどのような世界にいても。だね。やっぱり君は岸君だよ。うん、いるよ。彼は私にとって紛れもなく君だった。本物の君だったんだ。そう信じて疑わなかった。私も同じ。あの時私を選んで私をプリンセスにしてくれたのは君なんだってずっと思ってた。再構築の直前、自分の願いを叶えようとするカイザーインサイトとトゥインクルウィッシュは対峙した。カイザーインサイトの野望を阻止するには誰かがプリンセスに、ミネルヴァと一つになり先に願いを叶える必要があった。それで私の世界では日和ちゃんが、しなつちゃんの世界ではレイちゃんが選ばれた。そしてこの世界で選ばれたのはユイだった。元からコピーであるという自覚はあった。私の世界にもレイはいたからな。ミネルヴァに願いを叶えてもらう過程の中でカイザーインサイトが掌握破壊したシステムは深刻だった。プリンセスだったレイに関するものは特にな。システム修復のためにも再構築は必要だった。しかし願いの核であるレイの存在は不安定。致命的なエラーを起こす可能性は十分にあった。そして私は生まれた。世界を守るために。少なくとも私の記憶の中ではな。私も似たような感じ。でも願い自体は叶えてもらえたと思ったんだよね。ほら、自分が管理者になればさ、いくらだって頑張れちゃうでしょ。世界中の人たちがみんな笑顔になれるようにって岸君が、先輩が日和ちゃんを選んでくれたから私は生まれたんだしさ、頑張らなくちゃなーって思ったんだ。それがまさか自分どころか世界まるまるコピーだったとはね。知った時はさすがにひっくり返っちゃったよ。君は優しいな。私たちを気遣ってくれているのがわかる。でも安心して、私たちこっちの世界をどうこうする気は全然ないから。
こっちの世界はこっちのみんなのものだしね。君は君の目の前にいるレイたちを助けてやってくれ。それだけでいい。いやー、ちょっと参っちゃうな、これは。君というやつはまったく。探しに来たんだ。私たちの世界にいるみんなが笑顔になる方法。ここは基本世界。そして私たちが望むリセットの先に至った世界でもある。きっと手がかりはあるはずだ。もうね、世界をリセットするのは嫌なんだ。知ってる？リセットを実行するのって管理者なんだよ。みんなが何度も傷ついて、私は見ていることしかできなくて。そしてそれを繰り返すためにリセットを実行する。リセットを実行しなければいい、そう思った。だが私たちの世界でそれは許されなかった。シミュレーションを中止する権限は私たちにはない。実行は強制される。私たちは深く関わりすぎた。自分たちの世界にね。そう、たとえシミュレーションのために生まれたコピーだとしても。マーキングではないな。この霧は私にも見える。ってことはお出ましかな。本当じゃな虫だね。どこまでコピーにちょっかい出されたくないのさ。君は後ろへ。すぐに終わらせる。この声、赤い霧の精霊。ついに戻ってきたのか。シナツたちと合流しよう。精霊があまり成長してないことを祈るしかないわね。オッケーオッケー、バチコー。アイラ、伏せろ。はっ。手応えが変わった。一撃が重くなったな。こりゃ随分と育っちゃったね。自分の世界だったらまだまだ余裕なんだけどな。さすがにやりづらいや。ここまで力を制限されたままだとね。本来の力を保持したままではこちらの世界に侵入はできなかった。私たちのデータ量は膨大すぎる。やむを得まい。アイラ、少し本気を出すぞ。いくら制限されているとはいえ力の上限には達していないだろう。当然。じゃあちょっと本気でブワーリング。ひじくん。うわあ、すっごい炎と風。
すぎると危ないよ。もっと後ろに。なんという剣の覇気。稽古の時とは比べ物にならない。かなり強くなってるわね、精霊。どれだけ学習スピードが速いのよ。千夏ちゃんナイス。そこにダメ押しのもう一発。まだちょっとお勉強が足りなかったね。お姉さんたちはそう簡単にやられないよ。霧に乗じて攻撃するつもりか。芸がないな。風よ、払え。さーて、どこに隠れたのか。こっちに来る。また5人か。望むところ。私たちが近くにいるのに5人なんてありえない。まさかわざと。学習したのか。排除対象は彼女たちを守る行動をとると。いらんことを覚える。みんな私の後ろに。フィオレ・フェリチーナ。ここは私が。精霊の力なら通じるかも。光のせいよ。聞いてる。すごいよイェイちゃん。はあ。これがユイの修行の成果か。間に合った。ついでに真後ろゲット。仕留めるぞ。顔が背中から。変幻自在もここまで来るか。君め。ガード間に合っ。精霊が消えた。それに空もいつも通りの空に戻ってるよ。あなるほどね。警告の必要がなくなったって言いたいのかな。シナツ、アイラ、大丈夫か。怪我はな。近づくな。声を荒げてすまない。だが離れていてくれ。ちょっとやられちゃったからさ。まさか精霊は消えたんじゃなくて。入られた。これ多分中から壊すつもりだね。なんだと。大丈夫。まだ私たちの方が強いからすぐに追い出しちゃうね。私たちをなめるななんて威力。そう簡単に消させやしない。消えてたまるか。コピーだったら何してもいいだなんて納得できない。アイラ。あってたまるか。自分が生まれた理由も生き延びる方法も知らずに消えるなど、そんなことあってたまるか。そうだ。自
自分がコピーだと知って平然としていられるはずがない。痛みがないはずがない。そんなこと私は分かっていたはずじゃないか。アイラたちはただ我慢してただけ。私たちに見せないようにしてただけ。傷だらけの心の中を。探しに来たんだ。私たちの世界にいるみんなが笑顔になる方法。私たちは深く関わりすぎた。自分たちの世界にね。そう、たとえシミュレーションのために生まれたコピーだとしても。この力は君か。そっか、届くんだね。私たちにもプリンセスナイトの力を。ありがとう。これだけ力を貸してもらえれば戦える。アイラ。もちろんだよ、しなちちゃん。今の私たちは絶好調。こんな霧なんてちょちょいのちょいだよ。はあ。勝利宣言にはちょっと早かったみたいだね。おっと、熱烈なハグだな。ごめんね、心配かけちゃって。お姉さん、情けないな。そんなことない。そんなことあるわけないよ。みおりちゃん。しなつ、立てるか。ああ、世話をかけるな。気にするな。日和ではないけど困った時はお互い様々だよ。そうか、そう言ってもらえると気が楽だ。しなつさん、アイラさん、傷を見せてください。すぐに治しますから。ありがとう、ゆいちゃん。フィボット、騎士くんもごめんね。別にいいわよ。あのまま放っておいたらこの辺り一面焼け野原だし。ま、今もちょっとヤバそうだけどなんとかなるでしょ。それよりも問題はあいつよ。奴の役割は理解したが今はその仕事ぶりが厄介だ。まずは一度追い返そう。待って、みんな。大丈夫だよ、ゆいちゃん。ちょっと難しいかもしれないけど、みんなで力を合わせれば。そうじゃなくて、力を合わせることはそうなんだけど、そうじゃなくて。このまま戦っても勝ち目はない。そういうことだ。私たちが回復するまで今のみんなだと多分結構大変だと思う。だから策がいる。正確にはこれまでにない戦い方だが。ゆいちゃん、もしかしたらゆいちゃんなら何か気づいてるんじゃないかな。精霊相手にどう戦えばいいのか。そっか、ゆいちゃんはエルフの里で勉強してきたんだもんね。精霊のこととか自然のこととか。ゆい、教えて。何か解決策はあるの？思い出して。エルフの里で学んだことを。さっき光
光の精の力は赤い霧の精霊に通じました。だから精霊のはずなんです。その力が強大すぎるだけで、精霊は自然の中に息づくものです。人間以上に密接に、そして自然の中にあるのであれば、この世界を支える自然界の中に存在するのであれば、あるはずなんです。赤い霧の精霊に届く力がこの世界のどこかにあるのかな。今から探しに行くとなると大変そうだね。いや、そういうのとは違うと思うけど。そうか。奴はセキュリティプログラム。言い換えればこの世界の防衛本能だ。力の根源は世界そのものと言ってもいいだろう。世界と密接に関わり合っている。だからこそ精霊と名付けられた。ならば世界の力には世界の力をぶつけるしかないみたいな。私の世界にはそれを利用する手段がある。アイラ、君のところはどうだ？もちろんあるよ。っていうかこれでも管理者だよ。たとえ表に出てなくても隠し要素くらい把握してるって。ならば問題ないな。フィオ、君と初めて会った際、私はこう言った。君たちを不安にさせるのは本意ではない。この世界に対しての不用意な介入もしないと。そういえば言ってたわね、そんなこと。って何なのよいきなり。少しだけ訂正させてくれ。この世界に対しての不用意な介入はしない。だが介入はする。ちょっとあんたたち何しようとしてるのよ。まさかヤバいことじゃないでしょうね。やばくなんかないよ。ほんのちょっとこの世界の力を引っ張り出すだけだから。そのためには騎士君のプリンセスナイトの力が必要なんだ。お願いできる？あとフィオも手伝ってね。しれっと私まで借り出されてる？なんでそうなるのよ。私たちは部外者だ。理論は分かっていても権限はない。鍵を取り出すにはこの世界からの協力がいる。やり方は全部ガイドするからさ。フィオはそれをなぞってくれれば大丈夫。私ただのガイド要請よ。今だってソルの塔の管理をしてるだけで権限なんて全然ないし。問題ない。限りなく権限に近いものを再現できるような方法を教える。みんなを助けるためだと思ってさね。ああもう分かったやってやるわよ。どうなったって知らないからね。行くぞ。データがこの通りにやればいいのね。ミネルヴァ様、私たちの勝手許してね。異脚の鍵、深淵のまどろみ、領域の狭間より、無為ゆえの不覚、無意ゆえの確約、されど天変してウイとなる。刮目せよ神羅の断り。明け放て万物の源。さらば至らん異脚の果ての天の底へと唱えよ。何
プリンセスフォームに目覚めた時を思い出すな。わかるよ騎士くん。この言葉を唱えればいいんだね。今心に浮かんだこの言葉を。アストラル！これが新しい私たちの力。すごいすごい！体中から力が溢れてくる。なんだか燃えてくるよ。全身が軽い。まるで羽にでもなったみたいだ。うまくいったみたいね。お疲れ様ピヨ。完璧だよ。服も変えて正解だったな。アストラルの力がよく反映されている。すごいってこれは騎士君の力でもあるんだよ。もっと胸を張らなくちゃ。そして戦いはこれからだ。気を引き締めるように。精霊もこちらの変化に動揺している。今がチャンスだね。みんな行こう。にゃ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 光のせいよ。消えた。シナツたちは無事か？ああ、無事だ。入られてはいない。よくやってくれた。みんなすごいよ。初めての力なのによく使えたね。お姉さん鼻が高いよ。今までよりも光のせいの存在を強く感じる。この力がアストラル、すなわち世界を構成している属性の力だ。風とか火の力とか今までもみんなは使ってたと思うんだ。でもきっとそれって無意識だったでしょ。無意識だったのは隠しデータだったからなんだよ。隠されたのか単純に忘れられてたのかまではわからないけど、とにかくこの世界では認識されてなかった。それを目覚めさせたってことなんだね。こんな力が眠ってたなんて。世界は広いね。見た感じだと今回は初めてだったから特に相性のいい力が使えるようになったみたいだね。ユイは光との相性がいいらしいな。レイは風、日和は火だな。そうか、全員別々の力を持っているのか。道理で少し雰囲気が違うと思った。だからって固定ってわけじゃないよ。使いこなせればいろんなアストラルの力が引き出せるはず。日和ちゃんが言ってたみたいに世界は広いからさ。広い分相性の可能性もたくさんあるってこと。頑張れば使える力も増えるはずだよ。なるほど。修行あるのみってことだね。あれ、変身がさすがの騎士くんでもいきなりは制御できないよね。今は目覚めただけで十分だ。これから鍛えればいい。私たちの世界にもリセットはあったんだ。発動条件は多分こっちと同じ。騎士くんか管理者のコピー元が死亡したら発動する。しかし
ある世界線でカイザーインサイトを倒すことができた。これでリセットは終わる。そう思った。でもリセットは避けられなかったんだ。私たちの世界はそこから先に進めないんだよ。先に進めないって、リセットの条件が違うじゃない。どうしてそんなことが？おそらくカイザーインサイトをラスボスに設定しているのだろう。シミュレーションは数だ。いつまでもダラダラとやっていては効率が悪い。ラスボスとの決着をつけるまでで十分と判断したのだろう。いつの間にそんな設定を。いえ、ありえるわね。ミネルヴァの懲役が有効だったのはこの基本世界だけだとすれば、コピーの世界には介入できる余地があるのかも。憶測に過ぎないけど。とまあこんなことが続いたらさすがに私たちもおかしくないって思うわけさ。でいろいろと調べていくうちに自分たちの世界のこととか現実のこととかこっちの世界のこととかを知ったんだよね。私たちの目的はそれぞれの世界におけるリセットの先だ。そしてこの世界はカイザーインサイトとの戦いの先にある。何かヒントになるものがあるはずだ。ヒントを見つけること、それが二人の目的だったんですね。みんな、実は昨日私はシナツから先に話を聞いていた。言い出すタイミングがなくて伝えられなかった。すまない。それなら私も、実は今日アイラから聞いてて、黙っててごめんなさい。大丈夫だよ。簡単な話じゃないと思うから。でもあれだよね、のんびり調べてる暇もなくなっちゃった感じだよね。精霊があんなに育っちゃったわけだし。ええ、そうね。って言いたいところだけど、ちょっと帰るのも難しくなったかもしれないわよ。さっきネビアから通信があったわ。少しの間空が元の色に戻ったでしょ。あの時にソルの塔の様子を見に行ってくれたみたい。そこで塔の入り口に赤い霧を見たらしいわ。それが赤い霧の精霊そのものかどうかはわからないわ。確認してみないことにはね。いずれにしてもランドソルに向かってみるしかないか。でもソルの塔なんだよね。だったらフィオちゃんがなんかこうできないの？私ができるのは現状維持くらいよ。操作できない機能なんて山ほどあるわ。だから最悪の可能性も考えておくべきでしょうね。いやー、それはあんまり考えたくないな。まあそれまでになんとかしよっか。そうだね。なんとかしよう。いや、気合では乗り切れないよ。今のうちに何か方法を見つけておかないと。ソルの塔の全ての機能を使う権限を持つ者は管理者だけだ。おそらくセブンクラウンズでさえ全機能を使いこなすことはできないだろう。複数人が力を合わせれば別かもしれないが。じゃあさっきみたいに権限カッコ仮をフィオに持ってもらうのがベターかな。もちろんやってはみるけど、別のレジェンド・オブ・アストルムとつなぐなんて想像もつかないわね。必要な権限が強大すぎるわ。そうなるとやっぱりこの世界のミネルヴァさんに手伝ってもらわないといけないよね。うん。でもミネルヴァは。
騎士君。エリスってあのエリスのことだよね。